はじめましての方も今まで見ていてくださいました皆様もごきげんよう。この動画はジョジョのラストサバイバーというゲームの実況と解説を行う動画となります。まずはじめにオペレーターを紹介させていただきます。今説明させていただいておりますオペレーターは空城ジョリーンとカジノのディーラーを AI で合成したものです。音声は無料で使用できるものを用意しました。その都度良さそうなものを使用していきますので、動画ごとに音声や画像が少し異なりますがご容赦いただけますと幸いです。使用するのはナランチャ。このキャラクターはレベルごとに使用できるスキルが追加される射撃タイプのキャラクターとなります。そろそろゆっくり音声の方とバトンタッチしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。本動画は前シーズンのものとなりますので、あらかじめご了承ください。前シーズンの振り返りと登録者が100人となりましたので、お礼も含めた動画にしようと作成いたしました。よろしければ最後までお付き合いいただけますと幸いです。前シーズンの結果としては、キャラクターの通りとなり、新キャラ実装やアップデートした内容を試すため、他のキャラクターを使ってましたが、それ以外は、ほぼナランチャを使用しており、ご覧の通り、98% の使用率となります。全体の成績としても似たような感じでございますが、キャプチャーを貼っておきます。基本的には、ソロ戦もペア戦も両方やっておりますが、比率としては、ソロ戦が7割、ペア戦が3割のイメージです。おおよその戦績で、正確な情報ではないですが、参考になれば幸いです。勝利数については、基本的に少人数ソロ戦で稼いでおり、レーディングと勝利数のランキングが30位ほど離れてる理由については、動画を見ている方はわかると思いますが、1ゲームあたり、ウプ主が倒しているプレイヤーは、1、2名前後のため、勝利数に対して、レーディングが低い結果になっていると思われます。レーディングを稼ぐには、積極的なスタイルに変更する必要がございますが、今のところ、その予定はないため、普段通りのスタイルで、今後も続けていきたいと思っております。また、一番最初のナランチャの戦績を見ると、結構ひどいありさまでした。ご覧ください。当時はブロンズ帯でしたが、今と違って、シルバー帯など区分けされていない感じで、マッチするスタイルだったと思います。そのため、土日の昼過ぎは、全然勝つことができず、ひどい結果となっております。また、レーディング次第では、次のシーズンは上位グレード帯へ切り上げする、システムだったかと思います。この戦績でしたが、次のシーズンはいつの間にかゴールド帯にいました。シルバー帯からゴールド帯へ上がってきた皆様はご存知かと思いますが、結構な差というか、壁がある認識です。その壁に慣れてきたのか、適応することができ、現在の結果となっていると思われます。ただ、慣れるまでに時間を要したので、トータルの戦績はこの通りとなりました。また、今シーズンで2次枠に到達することもできたので、合わせて報告します。ご覧ください。累計ノックダウン数が2万を超えると2次枠になるようです。シーズン7は、2021年6月9日からスタートしているため、約2年ほどかかっておりました。最初は、お金がもったいないから複数のキャラクター使うより、一つのキャラクター使い続けた方がいいんじゃねって程度で使っていましたが、それが、いつの間にか2年も使い続けておりました。正気じゃないですね。よく言えば、継続は力なり。悪く言えば、養分ですね。ランキングについて、言及する前に、一度ゲームの実況解説に戻ります。状況としては、近接同士でやり合っている擬音を確認したため、遠隔で横槍を入れていきます。一人リタイアし、丈太郎がチップを獲得した模様。幸いなことに、横槍がディメンションと被り、動きが遅くなったタイミングで攻撃。さらに、一人リタイア。再度、遠隔を実施。三太郎が勝ち残っており、回復のため移動しているようです。背後から、射撃。一旦解除して、回復次第、追撃。体力回復アイテムも確保しているため、体力に余裕はなさそうですが、深追いして、返り討ちにされるのは、本末転倒なため、ヒット&アウェイに徹します。今度は、出口狙い。軽微なダメージを与えるにとどまりました。さらに、追撃。見失ってしまいました。アンチも迫ってきており、これ以上は難しいと判断し、撤退。背後から、足音もするので、さっさと逃げます。これ以降目立った接敵もないため、振り返りに戻ります。
最後は、ナランチャのキャラクター別ランキングについてです。結果はこの通り、2シーズン連続の同着1位となりました。ヒヤヒヤしておりましたが、分け合う形で、称号をいただき、一安心しております。経緯については、こんな感じです。一時、同着も抜かれてしまいましたが、お互い、50勝ほど積んだ後、同着確認し、シーズン終戦となりました。ちなみに、前回のシーズンも同様な感じで終了したので、今回も同じ結果となりました。この方と折り合いをつけた時、その時のウプ主の脳内は、こんな感じでした。ありがとう、ヤミー。感謝、感謝。けど、ゲームで会いたくないプレイヤー。ここから、編集力も上げていきたいと思いますので、温かい目で見守っていただけますと幸いです。また、上助部門では、6人同着がいらっしゃいましたので、その辺については、ある程度折り合いをつける文化なのでしょう。それでは、騒がしくなってきましたので、ゲームに戻ります。状況としては、ホルホースも売り、不可侵共闘が可能そうな展開となっております。近接タイプも複数存在するため、できるだけ削って最終アンチを迎えたいところとなります。空母と挟んだので、衝撃できそうな感じでしたが、車線切りしつつ、ガードを縦にしてこちらに距離を詰めてきたため、退避。一応、威嚇射撃をして、階段待ちを匂わせます。位置を特定されないよう気をつけつつ、遠隔で削りを入れておきます。見えないところからスタンドを動かし、意識の外から攻撃できるよう、立ち振る舞います。発見。いい感じで、ヒット。もう一度、遠隔できそうですが、エリア内に移動を選択。ホルホースの曲がる弾丸がヒット。存在をアピールし、不可侵共闘に持っていきたいところです。空母のウルトを確認。急いで、距離を取ります。そのおかげか、空母にヘイトが向いたため、手先が変わりました。遮蔽物を縦にしているため、こちらの直線的な攻撃は通らず、あちらの投擲カプセルは届くようです。京太郎に射撃した隙を狙われて、後ろに回り込まれてしまい、逆側に陣取られてしまい、ボムを投下するか迷ったところに、メラン。中力中の、ルートを切られてしまい、ボムを投下。精神力切れのため、致命的なレフトタイムが発生。ホルホースの2発目のメランに救われました。三太郎の時止め。3発目のメランは届きそうにない展開となり、ホルホースがリタイアし、三太郎とラストマッチ。追加したボムが効くと、空撃も刺さりました。燃焼エリアを縦にして、精神力回復時間を稼ぎます。ラストボム投下。外れ。追撃。これまでか。どんなもんだ。振り返ってみると、最後のボムを外してしまい、敗北の予感がしましたが、苦し紛れの射撃が入り、ラスサバを取ることができました。不可侵共闘いただいた、ホルホースに感謝し、本動画を締めくくりたいと思います。それでは、今シーズンもよろしくお願いします。バッチリ取れてるじゃねえか。